はい、大志田の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はちょっといつもと場所を変えて、今コロラドに来ています。大自然の中にいるので、何かこの大自然のいい波動を皆さんにお伝えできないかなと思って、今ここから撮りたいと思います。お願いします。今回は7月前半のタロットリーディングと星の補足説明です。では早速いきましょう。お願いします。前回たくさんコメントもありがとうございました。できるだけそのコメントの中からお寄せいただいたご質問にね、お答えしていきたいと思います。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月前半です。ワンド5、ペンタクスキング、ペンタクス10の逆、ソードナイト逆、ソードページ、ペンタクスページ、ソード7、気をつけることや対策はペンタクスのナイトとすごいペンタクスのクイーンですね。ペンタクスコートカード勢ぞろい。はい、オラクルはソードのキングです。そうですか。まずちょっと星の話ですが、やっぱこの時期先月6月の後半からね、もうだんだんこう人とのコミュニケーションが活発になってきたり、自分も移動しやすくなったり勉強しやすくなったり、いろんな情報が行き来しやすくなりますねっていうのがあって、それ引き続き7月の前半もあるんですね。でさらに今この時期っていうのはバイタリティとかね、切り開いていく力っていうこの火星のエネルギーも何かこう奇想天外に爆発していくようなね、こう面白い化学変化が起きそうなエネルギーとともに大牛座にいますので、大牛座の皆さんは本当になんかこうパワー玉っていうのかな、なんかそういうのを持ってるみたいなイメージなんですね。これ何に使いますかみたいな。これを例えば就職したいんですとか転職活動中ですっていうコメントも多かったですけど、転職活動に使いたいんだっていうなったら、もうこのパワー玉をパワーボールっていうのかな、なんかそれをそこにつぎ込みましょうみたいな感じもあるし、いや私はしっかりと稼ぎたいんだとか、なんか自分でもっと自分を認められるような何かが欲しいんだっていう方は、そのエネルギーを自分自身に使えるし、もう移動したいんだとか何かを超えたいんだっていう場合はそれを使えるってことで、なんだかとってもパワフルなんですよね。何にでも使えるから、そのパワーボールは。で特に7月の2日以降はもうね、考えがすごくクリアになってくるっていうか、責任感が増してくると思うんですね。大志田の皆さんもともと責任感あると思いますけど、自分がこう積極的にこの状況をこう作っていかなきゃいけない。誰かに許可されたりとか、誰かから言われて何かをするのではなく、自分がしたいなら自分でそれを責任を持って何かを作っていかなきゃいけないんだみたいな、自分次第で世界は変わるんだみたいなね、感覚の思考になってくるかもしれません。これとてもいいことです。そして7月6日が新月なんですけども、この新月もね、非常にすごくいい循環の中にいるっていう感じがするので、こう自分だけではなかなか動きにくいところを他者からの情報や手助けやサポートをもらいながら、自分がその思った自分で作っていくんだこの現実をっていう思いの中で意図していただく、何かを願っていただくということをすると、ものすごく動くなって感じがします。いつもなんか抽象的な説明で申し訳ないんですけど、さっき言ったそのパワーボールみたいなのがドーンとあって、で現状はめちゃくちゃ動いてるんですよ。もういろんな周りがぐるぐる回ってるみたいな感じがあるので、この自分が何かを勉強したいとかどっかに行きたいというのであれば、自分がちょっと動けばそのぐるぐる回ってるエネルギーの中に自分も一緒に動いていけるし、自分が何かを積み上げていきたいんだっていうのであれば、自分はそこにどしっといながら流れてくる情報を自分が引っ張って、その自分自身の状況っていうのを作っていけるっていう段階なんですね。でその上で7月21日以降はちょっと後半の話になっちゃいますね。これはでも7月21日以降の方がより一層こう稼いでいくとか何かを作っていくってエネルギー強いので、前半はさっき言ったこのパワーボールをどこに使うかを決めていただきたいっていう感じがあります。でちょっとでも注意してほしいことがあって、カードで見た時にやっぱ全体を通してなんかすごく気が抜けないっていう感じがするんですね。オラクルがやっぱりソードのキングなんですけど、これは非常に聡明で堅実で、しっかりと計画をやっていくよみたいな、決めたことを守っていくみたいな、そういうエネルギーなので、
お仕事を頑張っていらっしゃる方とかであれば、気が抜けない状況なんだけどでもしっかりできますよみたいなね、情に流されずにちゃんとこなしますみたいな感じでできるんですけれども、片やもう一方でものすごくこの7月前半、人との関わり多いなーって感じなんです。いろんな人と関わってる。これプライベートでもそうだでしょうし、おそらく仕事でもそうだと思うんですけど、とにかく人の関わりが通常のレベルよりも多いっていう感じがするので、その中で自分がなんかもっとちゃんとしなくっちゃとか、もっとしっかりとした自分でいなくっちゃみたいに、この規律正しいエネルギーを自分自身にも使いやすいので、そこはねちょっともう少し緩くてもいいですよっていう感じがします。他者はその大志田の皆さんの真面目なところだけを見てるわけではないので、例えばですがちょっと抜けてるところとか緩いところとか、そういうのも含めて人として素敵とか安心するとか、なんか近寄りたいみたいな感じがあると思うので、その自分がルールを守ってやることをちゃんとやってなきゃいけないんだっていうふうにちょっとこう自分で厳しくしすぎないようにしてくださいね。でも実際におそらくこんだけなんか周りがぐるぐる回ってると忙しいんだと思います。ここでも忙しいって出てるので、やることいっぱいあるみたいなね。でもその状況の中ですごくうまくやってるじゃないですかって感じがするんです。実際自分はもうヒーヒー言って毎日を過ごしてるかもしれませんよね。忙しくてあれもしなきゃいけないこれもっていう、全然精神的におっとりしてませんみたいな感じかもしれないんですけど、でも実際はものすごくうまくコントロールしてその状況をこなしてますよねって感じで言われてます。そして自分では落ち着いてないからいやもうちょっとちゃんとしたいと思うかもしれないけど、全体的に見たらものすごくうまくやってるし、これ以上逆にどううまくやるんですかみたいな感じがあります。これ以上逆にどううまくやるのかなっていうぐらい、今持ち合わせてる自分の状況の中で、能力の中でうまくやってるじゃないかっていう、すごいなんか褒めの言葉じゃないですけど、十分ご自身ではね楽しんでないって思うかもしれないんですけど、十分今のこの生活状況、起こってること、進展していってることを十分楽しんでますよねっていう感じがするんです。それが思考の中ではこれで安心なのかどうかっていう判断基準で見てると、安心かどうかってわからないから、なんか今はいいんだけどこれはいつまで続くのとかっていう、もっともっと安心材料が欲しい、もっと安心材料が欲しいって感じがするんですけど、その安心材料ちょっと置いといたとして、今めちゃくちゃうまくやってますよねっていうのを自分にもね言い聞かせてみてほしいんです。私本当によくやってるみたいなことをね。でその上でこの7月前半なんですけど、すごくねやっぱりねちょっと頑張ってるなって感じがすごくあるので、他者に対してちょっとだけね疑いの気持ちが出てますね。自分はちゃんと受け入れられてるかとか、ちゃんとできてるかとか、批判されてないかみたいな思いがありますが、全然批判されてる感じじゃないんです、私から見ると。大志の皆さんが自分でそう思ってるだけって感じもします。でそしてまた他者へのその疑いじゃないとしたら、その今ある状況に対しての疑いだと思うんですね。おそらく会社に対してとか、仕事に対してとか、上司に対してとか、そういう会社は本当に私を大事にしてくれるだろうかとか、この会社は本当に安泰だろうかとか、そういう何か何とも言えないつかみどころのないような大きなことに対して自分が一生懸命手を打とうとしているみたいな感じがあるんですけど、すごくそれはこの目の前に2つぐらいの可能性があって、これを自分で何とかしようだったら、じゃあまずこっちからとかこっちからとかできるんですけど、つかみどころのないとても大きなものに対して自分がわずかな安心感が欲しいって言ってる感じがするので、そこを埋めようとするというよりは、今流れてきてるこのいろんな情報とか可能性を自分の中で精査して、これをすればこっちができるし、これをすればこっちができるし、こんな風に助けてもらうとこもあるしみたいな、情報でちょっと落ち着くのかな、安心するのかなって感じもあります。その事態が変わるっていうのではなくね、情報を得て安心するみたいな感じがあります。でそしてさらにペンタクスのエースということで、何かねやはり新しい価値っていうものを作っていくなって感じがあります。これはできると思いますよ。だけどですよ、得るんですけど、やっぱりまたこれはいいのかなみたいに思う。本当にこれで良かったのかなっていう形で、常に自分がその今の状況に対して疑っている感じがあるので、
ここは一つ皆さんちょっと深呼吸していやちょっと待ってって、今がもしかしてベストかもぐらいの感覚で現状を見てみてほしいんです。もしかして自分の心がもうちょっと安心すれば、この見えてる世界、現状ってもっと豊かに感じるのかもみたいな感じです。延々と外側の世界に安心感を求めるというよりは、自分自身が安心するっていう風に持っていく方が早いなと思いました。で、何かね、要するに何か新しい可能性っていうのが見えてるんですね。でそれをもう掴むと思うんです、この7月前半に。で掴むんだけど、これ本当にいいのかなっていうことをまた他者の目を気にしたりしながら、それを自分で本当にこれはいいのかっていうのを、いいかどうかの判断材料を一生懸命揃えてるっていう感じがするので、大丈夫です。もうちょっとゆったりしてもらって大丈夫です。もっともっと私たちが考える、思考で考えるよりももっともっと大きなエネルギーがちゃんと届いていて、今大下の皆さんには何を言われてるかっていうと、自分自身にその力がありますよねっていう、さっき言ったパワーボール持ってますよねっていうことを思い出してほしいっていうことと、流れは今早いですから、自分がこれかなと思ったらそっちで流れていく、これかなと思ったらそっちに流れていく、どの道行ったって流れるんですよっていう感じがあるので、何かと比べてどっちがいいっていうのはとても言いづらい状況だということを覚えておいてください。そして対策として出てるのがね、ここでペンタクルスのナイトとペンタクルスのクイーン逆ということで、これね、少しずつ育ってくるなって感じです。ペンタクルのコートカードっていうのは、ものすごくしっかりとした価値あるものを育てていく、その起承転結の流れが始まるねっていうことなんですけど、大下の皆さんはその起承転結の流れを最後を確認して安心してからゆっくり行きたいという感じがするんですね。最後見えなくても大丈夫なんで、最初からゆっくり行ってくださいみたいな、そんな感じです。なので先ほど言ったような頭の部分では不安材料とかね、懸念材料を消したいと思っていろいろ情報を探すでしょうけども、現実は実はうまくいってるじゃないですかみたいな感じです。すいません、うまくいってないっていう人もいるかもしれませんけど、ちょっとそう思いました。あとちょっと仕事のこと見てみますね。特にね、転職希望されている方多かったですね。それだけ要するに可能性が開かれてきてるんですね、今お医者の皆さんはね。で転職しなくても同じお仕事の中でも新しいことを任されたりとか、自分がやり方を変えるってことは大いにありえますから、お仕事ソード8の逆とデビル逆と忍者の逆ということで分かりました。仕事に関してはどうしたって不安材料が見えちゃうみたいな感じがありますね。なのでもしですけど、新しく転職しようっていうふうに動いてらっしゃる方は、どうしても転職先が温かいものに感じないって感じがするんですね。で温かいものに感じないからこそ、自分がもっとできる人にならないとこの状況は良くならないんだっていうふうに思いがちなんですけど、今の大志座さんのエネルギー、今自分がここまでやってきた自分の能力や経験を活かせるとこ絶対にありますから、これは仕事に限らずなんですけど、今年の後半のテーマですからね、自分の価値をどこまで信じるかっていうのすごく大事じゃないですか。なのでそれを試されるようなことが起こるんですよね。なので仕事でもそう、自分はこれをやるにふさわしいのかどうかなんて考える暇はないっていう感じで、どれだけ難しい仕事に思おうとも、どれだけ大変な状況だと思おうとも、もし自分が今の自分の能力や経験値でできることがあるなら、きっとここに行けるだろう。でもし違うなら宇宙は違うところを用意してくれるだろうという感覚でいてください。そして決して自分を責めないでください。なんか自分がもっと頭が良くなかったらダメだとか、もっと器用じゃなきゃダメだとか、こんな経験がないとダメなんだみたいに思うかもしれないけど、経験は後からいくらでもつけていけるので、今の時点で転職する時点で経験がないからダメと思わなくていいです。全然ね。なので仕事としてこんだけ手放して
この今考えてる考えを手放してってすごい言われているので、もしかしてそのウキウキとね、やったー新しい仕事いけるみたいに思ってらっしゃる方はいいと思うんですけど、どうしよういいとこ見つかるかなとか、なんか受け入れられるかなとか、やっていけるかなみたいな思ってらっしゃる方は、もうその不安全部どけましょうみたいな感じです。自分で自分を縛るのやめましょうとね、もっと自分を生かされる場所があるはずだみたいな感じで言ってください、転職活動は。そんな感じ。ちょっとお仕事っていうか人間関係見てみますね。人間関係ね、そうですもんね今回。ワンドの2とペンタクスエースと、ワンドのナイトということでいいですね。人間関係がね、なんかちょっとこう道がそれてるみたいな感じがあります。で、特に今回すごくいろんな人が出てくるので、もしかしたら普段会わないようなね人と会っていくとか、なんか昔の仲間だったりとか、家族遠い親戚だったりとか、何かそういう普段会わない人と会うきっかけが多いのかなと思うんですけど、その中でそういったいろんな多種多様な人間関係の中で、やっぱり私はこういう関係を大事にしていきたいとか、やっぱりもうこういう関係はもう終わっていくなみたいな、そういう何かがね2つに分かれていくみたいな感じがあります。で、これとてもいいことなんです。それは自分が選んだ道の方に行けるし、自分にとっていい価値ある関係性を自ら作っていこうとしていけるからです。これはこのね、ペンタクスのエースっていうのは、本当に自分はここから大事にしたい人、この関係を作っていきたい、新しくこういうふうに作り直していきたいみたいな思いがちゃんとあり、それに対して自分が思ってるだけじゃなくてちゃんと行動していけるよっていうふうに出ているので、確かに人間関係いいなって感じがしますよ。で、もう一つねコメントでありましたね、恋愛のことを見てくださいっていうね。ちょっと見てみましょうか。恋愛カップエース、ペンタクス2、すごくないですかこれ。こんないいのあるっていうぐらい恋愛よかったですね。恋愛聞きたかった方よかったですね。めちゃくちゃいいです。恋愛めちゃくちゃいいです。実際普通の全体像で見てもすごく人間関係豊かなので、いろんなタイプの人に会うきっかけがあると思うんです。例えば何かのパーティーだったり、そういうのに参加したらいろんな人がいたみたいなね、いろんな人がいすぎてどうしましょうっていう感じだと思うんですけど、もしこれから出会い求めてますっていう方はぜひそういうね出会いの場にたくさん行ってほしいし、その中で年齢とか立場とか関係なく、とにかく話が合う人、話が通じやすい人、自分が自分らしくいれる人、そして一緒に楽しめる人っていうものを選んでください。で、すでにお付き合いされている方とかはものすごく向き合ってちゃんとねお互いの感情をシェアし合い、そして一緒に楽しめるっていう感じがあります。っていう嬉しい喜びがいっぱいって感じがあるので、ぜひ楽しんでください。普通に恋愛関係じゃなくても人間関係これだけ新しい価値が、出てくるよっていうふうに言われているし、自分から積極的に行こうっていう姿勢があるので、なんか待ちの姿勢じゃないんでしょうね。向こうから言われてこっちも答える、こっちが言って向こうからも答えが来るみたいな、すごく流動的に関係性動いてますね。いいですね。なのでとにかく気をつけるのはこれだけですね。自分に厳しくしすぎないということだけですね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。次回また7月中旬に次の後半のリーディングをさせていただきます。ということで今回も最後までありがとうございました。もし何かしらね、また次回こんなこと聞いてみたいなというのがあればコメントにお寄せください。そして、よかったよっていう方はぜひグッドボタンで教えてください。皆さんのコメントもとても励みになっています。ということでぜひね、豊かな時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。